こんにちは、しずくと申します。今回のアレンジ塗り絵も前回に引き続き不思議の国のアリスがテーマです。今回は読書が大好きなベルが桜吹雪の中、不思議の国のアリスの世界に入り込んでいく様子を描きました。不思議の国のアリスは夢落ちということから、ベルの肩にもたれて眠っているアリスと猫のダイナを塗り絵に描き込みました。ベルにはお話の中のアリスの姉マチルダになったかのような19世紀風のドレスを着せました。拙い塗り絵ですが今回も楽しく塗れました。もしご興味がありましたら、試行錯誤した制作過程を一緒に楽しんでくださいますと幸いです。それではどうぞ。今回は満開の桜の下でベルが不思議の国のアリスの世界に入り込んでいく様子を描きます。不思議の国のアリスは夢落ちということから、ベルの肩にもたれて眠っているアリスと猫のダイナをコピー用紙にざっくりと描きました。先ほどコピー用紙に描いてみたアリスと猫のダイナを塗り絵本にもざっくりと書き起こしました。書き込みする帽子のリボンをバーントシェンナで陰影をつけながら塗りました。ベルの帽子のリボンを元の線画がなるべく目立たなくなるようにさらに陰影をつけながら塗りました。書き込みするドレスの袖を陰影をつけながら塗りました。ベルの帽子のリボンをいらない線画の黒線が目立たなくなるように塗り込みました。書き込みのボンネットとケープを陰影をつけながら塗りました。続けていらない線画の黒線がなるべく目立たなくなるように塗り込んだ後、ポスカの白でチェック柄を描きました。ベルのドレス全体を陰影をつけながらざっくりと塗りました。ベルのドレスの半分をさらに下塗りしました。塗り始めた当初はドレスの半分をチェック柄にしようと考えていました。ベルの髪をざっくりと塗り、お顔に陰影をつけました。アリスとダイナをざっくりと塗りました。前回塗ったアリスの作品と連作にしたかったので、今回もドレスの色柄を同じにしました。ベルが読んでいる本をざっくりと塗りました。ベルは不思議の国のアリスを読んでいるのですが、表紙は2020年に開催された不思議の国のアリス展の黒表紙の図録を参考にすることにしました。アリスとダイナの詳細を描きました。ベルのお顔をざっくりと塗りました。ベルのケープとボンネットのポスカの白線が浮いて見えるのをなるべく全体に馴染むように色鉛筆で塗り重ね、ドレスの袖を塗り込みました。アリスをさらに塗り込みました。ベルのドレスの半分を塗り込みました。ベルのドレスの残り半分を塗り込みました。ベルが読んでいる本を書き込みました。この本の表紙は2020年に開催された不思議の国のアリス展の黒表紙の
図録を参考にしています。背景に桜の形をざっくりと描きました。背景に描いた桜をざっくりと塗りました。アリスの周りにも桜をざっくりと描きました。アリスの周りに描いた桜をざっくりと塗りました。空をざっくりと試し塗りしました。少し肌寒いけど日差しが暖かい春の陽気が表現できればと思いました。アリスとダイナをさらに塗り込みました。背景を塗り込み、消しゴムで桜吹雪を描きました。背景に少し奥行きをつけました。ベルの帽子のレースとドレスのチュールレースを塗りました。ベルのお顔を塗り込みました。ベルの髪を塗り込みました。ベルのリボンと袖に残った元の線画のいらない線がどうしても気になったので、目立たなくなるようさらに塗り込みました。ベルの手を塗り、消しゴムでドレスの上に桜の木漏れ日を描きました。ポスカや白ペンを使ってベルが読んでいる本から魔法の粉がこぼれているようなイメージを描いて完成です。線画のいらない黒線を思うように消すことができず、ベルのドレスではあまり遊べなかったので、最後に魔法の粉をたっぷり降らせて遊びました。最後までご覧いただきありがとうございました。不定期更新ですが、今後ともよろしくお願いいたします。